酢と砂糖と塩につけただけの非常にシンプルなガリ巻きって、そのお店の味が非常に出やすい。海苔だけね、いい海苔を使用しようとするとガリ巻きということで、今日はねガリを巻いただけの非常にシンプルな海苔巻き、こちらの作り方を紹介しようかと思います。なんでねガリ巻きなんて紹介するのかと言いますと、ガリ巻きっていうのはね、その人の好みというか、そのお寿司屋さんのバランス感覚が非常に出やすい食材だと思いますので、今回ねちょっと動画にまとめてみたいと思う次第ですね。そもそもねガリって何ぞやと言いますと、ガリっていうのはね生姜の甘酢漬け、生姜をもう辛みを抜いてね、酢と砂糖と塩につけただけの非常にシンプルな、漬物ですと。でシンプルだからこそね、これね甘さの加減だとか、あと辛みの抜き方だとか、そのお店というか板前さんの好みが非常に出やすい食材となっておりますよと。ガリなんてね今自分で作るお店も少ないので、そうだからね、ガリをね自分で作っているっていうだけでもね、このお店は丁寧な仕事をするお店なんだなと分かったりもしますんで、その辺ね見ながら食事をすると結構お塩を食べるのが楽しかったりしますかね。でね、なんでね今回このガリ巻きなんて紹介するのかというと、よくねお寿司屋さんでね卵を食べるとそのお店の味が分かるだとか、小肌を食べるとだとかね、なんかそんな話を耳にしたことがあるかとは思うんですが、僕はね小肌とか卵とか穴子とかその辺の食材を食べるよりも、ガリ巻き、ガリをね海苔で巻いただけのシンプルな料理を食べた方が、そのねお店の好みというか、その板前さんの好みが分かりやすいと思っていまして、っていうのはね、ガリとシャリとわさび、この辺はねお寿司を食べていたらもう常々ね口に入れるものじゃないですか。この味付けが美味しいと多分ねそのお店のお寿司って口に合うと思うんですよ。逆にねこのガリシャリわさび、この辺のね味付けが自分の好みに合わないと、多分ねそのお寿司屋さんってねその人には合わない、あんまり美味しく感じないお寿司屋さんだと思うんですよね。なので僕はねこのガリ巻きを食べると、そのお寿司屋さんと自分のね味覚の相性が分かるんではないかと思っていて、今回はガリ巻きを紹介していると。僕の場合は、こんな感じでねガリね細く切ってから巻くんですけれど、もちろんねこれ細く切らずに太いまんまね食感を残して巻いてもいいですし、あとはねもうすでにスライスされた状態でつけている場合はそのまま巻いてもいいですし、ただその辺によってもね、その板前さんの美味しいと感じている仕事が見えやすい料理ですんで、だからねガリ巻きって結構好きなんですよね。あとは巻くだけなんですが、例えばねこちらわさびもねしっかりと香りのあるわさびを使っているのかとか、海苔もね厚さ食感、あと香り、この辺がねどれぐらいの等級のものを使っているのかだとか、なんといってもシャリっすよね。シャリの硬さだとか温度だとかね、お酢の加減塩加減だとか、この辺のね組み合わせが一つでもねずれると、ガリ巻きはなんかね美味しくない、どれかの食材が主張しすぎる巻き物になってしまうので、そういった意味でね僕はねガリ巻きってそのお店の味が非常に出やすい料理なんじゃないかなと思っていたりしますかね。海苔だけねいい海苔を使用しようとすると、海苔の風味にねシャリだとかこのガリの味が負けてしまいますし、ガリの甘さが強すぎると他の食材のね主張を消して、なんか甘くてちょっとわさびの風味のする巻物になってしまいますし、だからこの4つのね食材のバランスが取れると、なんか巻物としてね非常に美味しい塩梅に仕上がると思うので、そういった理由でねガリ巻きを食べると、その板前さんの感覚というか好みが分かるんじゃないかなと僕は思っていますかね。そうだからわさび一つとってもね
わさびをするのかこう刻むのかでもね味が変わりますし、こういうね普遍的な食材を使ってこそその板前さんの好みがよく現れるんじゃないかなと。食材を用意しましたら、あとは巻くだけですんで、細巻きを作っていくと。ガリに使うガリ酢というのは塩と砂糖とお酢。シャリに使うねシャリ酢もね塩と砂糖とお酢っていうね、この3つを中心に、もちろんねお店によって昆布を加えたりだとかあると思うんですが、この3つがね味の中心に来ているかと思いますので、お酢とガリっていうのはおそらくはねこの寿司屋さんのベースになりやすい食材でもあるんですよね。このねガリ巻きを食べるとだいたいねお寿司屋さんの味の方針というか味の方向性がわかるんじゃなかろうかと、僕は思ったりしますかね。もしね板前さんがやってくれるならガリ巻きを頼んだら面白いと思うんですけれど、でこの状態でねこういったシンプルな状態でガリ巻きを出す方もいると思いますし、例えばここにねごまを入れる板前さんもいると思いますし、あとはね大葉なんかを一緒に巻くね板前さんもいると思いますし、そうだからこの辺のね香りを加えるのかどうかとかね、その辺でも多分板前さんのね好みがわかるんじゃないかなと思ったりしますかね。そう、ちなみに僕はね結構シンプルなものが好きなので、あんまりね大葉とかごまなんかは加えはしないんですが、その状況によってお客さんがね加えてくれって言ったら加えますし、その辺のね板前さんの癖というか好みを見ながらお食事をするのも楽しいのではないかなと。はい、ということで、今日はねガリ巻きについて紹介しましたが、もうガリとシャリと海苔とわさびっていうね基本的な食材の組み合わせは、自分の好みのねお寿司屋さんを見つけたり、その板前さんのね好みを見つけたりするのに非常に特徴が出やすい料理ですよというお話でした。ちなみにですが、こちらね渡りのガリがただいま幕開けで販売中ですんで、僕の好みがよく現れているガリですんで、よかったらご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。以上です。